じゃあ4枚目のアルバムリリースということでおめでとうございます。ありがとうございます。そのアルバムについてちょっといろいろ話を聞かせてもらえればなと思います。はい。今回これ4枚目のアルバムっていうことになるんですけど、3枚目が俺らカバーアルバムだったので実質オリジナルアルバムとしての3枚目的な扱いなんですけど、なんかもともとレコーディング自体結構前に撮ってて、2021年の5月にベーシック取り出したんで、もうリリースまで1年半ぐらいかかっちゃった感じなんですけど、それなんかこうコロナで、プレス工場混み合っててとか、なんかいろんな要因があってリリースまで時間がかかっちゃったんですけど、もともとそのアルバム撮りたいねみたいな話はずっとしてたんですけど、どうしてもなんか曲数にもまとまって撮ることがあんまなかったんで、コロナでライブができない時に、ちょうど腰据えてレコーディングできんじゃないみたいな話もあり、どこから出すとか何も決まってない状態で、誰かがやってくれる人ぐらいの感じで今取り出したっていう感じですけど、最初高円寺にグリーンアップルっていうカフェとライブスペースみたいなところがあって、で、コロナ禍で結構ライブハウス支援みたいなのがちょうど一番やってた頃というか、なんかいろんなライブハウスにドネーションしたりとかしてる中で、グリーンアップル特に何もやってなかったんで、世話になってるし、なんかできたらなーっていうことで、ホールレンタルみたいな感じにして2日間かけて、ベーシックをそこでバーッと取っちゃうみたいな。で、あそこは60年代のエルクっていう国産のアンプを置いてるんで、そういうサウンドでも取れるし、お互いいいかなみたいな感じで取り出したのが2021年の5月ですね。多分できたのがその年の秋終わりぐらいには完成してて、終わった段階でレーベルを探すみたいな感じだったんですけど、スクリーミングアップルレコーズ自体は老舗ってねよく言われるんですけど、結構僕らぐらいの年の連中は結構馴染みがあるレーベルかなと思うんですけど、レーベルカラーとしてはガレージとパンクパワーポップみたいなのがメインのレーベルで、比較的日本のバンドも、さっき話出てたんですけどね、リリース多くて、最近だとロックジュースとかもリリースしてましたけど、ドイツのケルンっていう、都市のレーベルで、もともと僕らはそんなつながりはなくて、僕は単純に一方的にファンだったレーベルなんですけど、エドウェイズのセカンドとサードのそのカバーアルバムを同じドイツのケルンのサウンドフラットレコードっていうところから出して、でそれレーベルのフェスでドイツに行った時に、お客さんでこのレーベルオーナー、スクリーミングアップルのレーベルオーナーのリッチーが、お客さんが見に来てて、でそこでおうみたいな話をした時に、なんかいつかエドウェイズのレコードスクリーミングアップルから出してよみたいな、よく海外でよくあるように口約束みたいなのを交わして、その時はそれで終わったんですけど、例えばアルバム作ってレーベル探すにあたって、なんかダメ元で自分の好きなレーベルから送ってみようかみたいな話をして、最初に送ったのがスクリーミングアップルだったんですね。そしたらなんかぜひやりたいよみたいな感じでリリースに至ったっていう経緯ですかね。何枚プレスって日本に何枚入ってくるのか全然よろしいんですけど、はい、おめでたく発売されたって感じですかね。今回のアルバムの聞きどころというか、とかコンセプトとか、なんかあったらその辺も聞きたいなと。なるほど。なんかガレージパンクなんで、やっぱり毎回一発撮りに近い形でライブと差がない録音っていうのをこれまでずっと
やってきたんです。まあシングル出す時もそうだし、アルバムもそういう感じだったんですけど、今回はなんか最近割とまたビートルズ聴き出してで、全然ビートルズ至上主義とかじゃないんですけど、まあ、年取ったのがあるのかもしれないですけど、リボルバーとあとラバーソウルすごい聴くようになったんですよ。まあ昔そんなにピンときてなかったアルバムだったんですけど、20代の時とかは、まあ、なんかすごいそこに至る経緯とかにすごい興味があって、結局当時ガレージパンクやってた連中っていうのもそういうメジャーの流れにこう引っ張られてた連中が結構多いというか、最初こう初期衝動一発バンドサウンドでやってた人たちが67年68年になるとちょっとずつ変わっていく経緯みたいなのがすごい面白くて、なんかそれを追うようになった時に、なんかライブで再現できないものをレコーディングとして残すみたいなのもガレージパンクでも別にやっていいんじゃないみたいな、なんかこう思考に至りまして、でギターとかもこれまでやっぱ2本とかだったのを3本重ねてみたり、オルガンを入れてみたり、あとやっぱ大きく変わったとかハモリのコーラス入れたりとか、なんかやっぱアルバム作るときにすごいもう一回ナゲッツってコンピをすっごい聞き直して、なんか結構上手いバンドとかハーモニーのあるバンドとか、意外と今ガレージ好きな人がイメージしてるガレージとちょっと違うものもガレージとしてこう捉えられてる時代で、なんかそういうところに割と寄せたというか、もうちょっとこうなんつったらいいですかね、スタジオ録音っぽい感じ、これまでやってたそういうオブスキュアなバンドのシングル一発っていう方向性よりはガレージバンドのアルバムを作るっていう感覚で割とやった気がしますけどね。SE とか結構入れてみたりとか、新しい試みはちょっとずつ入ってると思います。はい。タイトルが一応 It's About Time っていうタイトルになってて、でこれパンドラスっていうアメリカのガールズバンドのファーストが It's About Time っていうタイトルで、そこから撮ってるっていうのも一個あるのと、あとなんかちょうど本当にコロナ真っ只中ですごいなんかこう閉塞感みたいなのがあったんで、一応こうサブタイトルとして裏に書いてあるんですけど、Fall Through the Night、Fall Through the Dark、そういうのこうなんかみんなでもう暗い時間終わりにしようぜみたいな、そんな時間来たよみたいな、なんかそういうニュアンスで一応つけたタイトルなんですけど、結構ファーストアルバムでつけがちなタイトルだったらしくて、なんかちょっと4枚目が変な感じになっちゃった時間ですみたいな、そう割と気に入っているタイトルではあります。はい。